関係が冷え切った夫と久々の外食に浮き足立っていた私は、頭から冷水ではなくワインをかぶっていた。え？ワインのお味はどう？呆然とする私の前でワインボトルを握った見知らぬ女が不敵に微笑んでいたのである。私の名前はめぐみ。30歳の兼業主婦だ。結婚して3年。そろそろ子供をと思うのだけれど、仕事は充実して忙しく、なかなかそんな気になれない。夫もまた仕事が忙しくて残業が多い。平日が休みの私と土日が休みの夫とはすれ違いが続いていた。一緒に家にいる時間も少なくて、自然と会話も少なくなる。有給を取れば同じ日に休めるだろうけど、どちらも仕事を休みたくないと来てる。そんな状態で夫婦関係がうまくいくわけもない。夫婦というより同居人となっている。それでも離婚しないのは少なからずまだ情があるからだろう。少しばかり寂しいと思うが、それでもやっぱり仕事を辞める気もなければ休む気にもなれない。夫もだけど、私は結婚に向いてないのかもな。そんなことを考えた。とはいえ、全く夫と一緒に過ごさないわけではない。特に私は休みが変動しやすくて、たまに夫と休みが重なることもある。そんな時は、どちらからともなくリビングで一緒に映画を見たりするのだ。そして、今回のは当たりだったね。と私が喜んだり、あそこはもう少し意外性が欲しかったな。なんて夫が突っ込んだり、感想を言いつつお酒を飲む。たまにそういう時間を過ごすと、やっぱり夫婦はいいなぁと思ってしまう。それでまた離婚が遠のくのだ。ひょっとしたら私たちには今の距離感がちょうどいいのかもしれない。夫婦の形なんて千差万別。十人十色。みんな違うものだ。我が家の夫婦関係はこういうものなのだろう。そう思ってしまったら意外に心地いい関係になってくる。残業で遅くなってもお互い様だから責めることもなければ責められることもない。たまに夫が早く帰宅すれば夕飯の用意をしてくれることも。私が早ければ夫が帰宅したらすぐにお風呂と夕飯を選べるようにしてる。そして夕食後に時間があればお酒を飲んだりテレビを見たり。逆に忙しい時は1週間顔を見ないなんてことも。それでも私たちは一緒に住んでいる。意外に心地いい関係はこれからも続けばいいなぁと思うようになった。ところがそう思っているのは私だけだったのか、最近夫の態度に変化が現れた。一言で言えば冷たくなってるのだ。夕飯を用意しても食べてきたからと言って手をつけない。一緒にお酒を飲もうと誘っても一人で飲みたいとそっけない。夫が見たいと言ってた映画をテレビでやるからと誘っても見たくないと言って自室にこもる。これは非常に危険な兆候だ。ひょっとして今の関係に満足してたのは私だけだったのかもしれない。夫はずっと不満で、その不満が積もりに積もって、ついに表面に現れたのかも。とはいえ、せっかく作った夕飯を、まずそうで食べる気にならない。もっと料理を練習しろよ。と言って一切食べないのはひどいと思う。ああ、家に帰っても気が休まらない。とため息までつく。この家に俺の居場所はない。だなんて言ってるけど、居場所は自分で作るものでしょ？別に私は邪険にしてないのに、そんな言い方は傷つく。もうダメなのかなと思ってたある日、残業で遅くなった私はヘトヘトに疲れて帰宅した。以前の夫なら先に帰ってたら夕飯の用意してくれてたけど、最近の夫ではそれが期待できない。
コンビニに寄ればよかったと思うが、その気力も体力もないと来てる。今夜はカップ麺かな。などとつぶやいて家に入ったら、案の定食事は用意されてなかった。夫はソファーに寝そべってよくわからないバラエティを見てる。その芸人前苦手だって言ってなかったっけ？趣味が変わったのかなと首をかしげつつお風呂に入って戻ればカップ麺が用意されていた。ちゃんとした夕飯はなくとも何かしら用意してくれたことに驚く。ありがとうとお礼を言えば、ああ、とそっけない返事。ずるずると麺をすする音だけが響いた後、夫が口を開いた。あのさ、たまには食事に行かないか？え？今度夏のボーナス出るだろ。たまにはな。うん、行きたい。ああ、じゃあ予約するから、めぐみの仕事予定教えてくれよ。わかった。会話は何ともそっけなくあっさりしたものだが、私は内心とても嬉しかった。最近冷たかったけれど、仕事で嫌なことでもあったのかもしれない。久々の外食に誘われて私の心は浮き足だった。そして外食当日。ギリギリまで仕事をしてた私は準備にバタバタしている。まだかよ、おっせえな。ごめん、ちょっと待って。予約時間までまだ余裕あるでしょ？あるけどさ、なんでもっと早くに用意できないかね？トゲのある言い方にぐさっとくる。そりゃ確かに事前に分かってたのに、ギリギリまで仕事してた私に非はある。でも、予約時間には十分間に合うように帰ってきたのだ。俺はとっくに準備終わってるんだけど。そりゃ自分の休日に合わせて予約したんだから当然でしょ？なんて言ってる暇もない。慌てて着替えてメイクしながら、ふと違和感に気づく。ねえ、あなた、そんなネクタイ持ってたっけ？夫の首元には見覚えのないネクタイがあったのだ。いくらすれ違いが多くとも、夫が持っているネクタイの種類くらいは把握してる。なのに今夫がしてるのは見覚えがないのだ。え？ああ、いや、たまたま見かけて気に入ったんだ。夫はおしゃれに全然興味なくて、私があれこれ言わないと、穴が開いた靴下でも平然と履くような人だ。そんな夫がネクタイをね。不思議に思うが、時間がなくてそれ以上突っ込んで聞けない。まあ、そんなこともあるかと自分に言い聞かせて、ようやく支度を終えるのだった。え？ここなの？タクシーで到着したお店に、私は驚きの声を上げた。そこは高級ステーキが売りの店で、気軽に入れるような店ではないのだ。奮発したんだ。とにやりと笑う夫が輝いて見えるのは現金かしら。こんな高級店初めてだなぁと緊張しつつ席に着く。だがしかし、ウキウキした気持ちはそこで終わる。何？お前こういう店でのマナーも知らないの？と夫の言葉から始まり。俺さ、よくこういう店来るんだけど、やっぱ金持ち舌じゃなきゃダメだよな。せっかくの肉のうまさを理解できないんだから。と謎のうんちくかよくわからんが知ったかぶる。いいか？この肉は牛の中でも少ししか取れない肉で。とかいちいちうるさいので、せっかくの肉が堪能できない。ぷはー！やっぱ高級肉には高級ワインだよな。うめえ！と高級店に似つかわしくない下品な大声を上げる。この酔っ払いが、といい加減イライラしてたら、お前さ、もうちょっと女磨けよな。と来たもんだ。は？何よいきなり。俺さ、お前と夫婦、このままやってく自信ないわ。もうちょっと魅力ある女じゃないとな。その言葉にカチンとくる。あなたね、人のこと言えるの？
高級店に似つかわしくない下品な大声にマナーもへったくれもないじゃない。あなたこそ魅力ある男になればと言ってやった。その瞬間、夫の顔が凍りつく。ざまあ見ろと内心舌を出した時だ。あら、彼はとっても魅力ある男性ですわよ。そんなのもわからないあなたには、これをプレゼント。不意に声がしたと思ったら、え？視界が真っ赤になったのだ。違う。頭に何かがかけられ、それが滴り落ちてきたのである。めぐみ？驚く私と夫。慌てて立ち上がり振り返ると、そこには一人の女性が立っていた。綺麗なフォーマルドレスに身を包んだ綺麗な女性。その人は右手にワインボトルを持っていた。ワインのお味はどう？理解が追いつかない。おい、何やってんだよ。夫の言葉で我に返って自分の姿を見た。うわ！言葉を失う。せっかく白いワンピースを着てきたのに真っ赤に染まってしまってるのだ。女性に目を向ければにやりと笑ってワインボトルを掲げた。そう、彼女が私の頭上からワインをぶっかけたのである。あなた、一体誰ですか？どうしてこんな真似を？女性に見覚えなんて全然ない。なのにどうしてこんな仕打ちをされねばならないのか。となれば女性が大声で笑い出した。だって、あなたがあまりに庶民的で、この場所に不釣り合いだったから、おまけにこんなに魅力的な男性を罵倒するなんて、もう哀れすぎて、ついワインをこぼしてしまいましたわ。ごめん遊ばせ。あなたね。怒りのあまり言葉にならない。じゃ、私はこれで。怒りに震えてると、女性はその場を去ろうとするではないか。そんなの黙って見送れるわけないでしょ。私はガッと女性の手を握って携帯を取り出した。これは立派な傷害です。警察呼ぶから帰らないでください。はあ？相手が誰かわからない以上、警察を呼ぶしかない。そう思って通話を押そうとしたのだが、そこに静止の声がかかった。待て。めぐみ待てよ。早まるな。まずは彼女の言い分を聞いてくれ。何よ。どうして彼女をかばうの？なんと、夫が慌てて私と女性の間に入ってきたのである。そしてかばうように彼女の前に夫が立った。今夜は話し合いをしようと思って、彼女は俺の知り合いで楓さんと言うんだ。は？突然の夫の言葉に私はポカンとなってしまった。知り合い？あなたの？そう。実は最初から横の席にいてもらってたんだが、なかなか話が切り出せなくて、ワインの力でどうにかしようと思ったんだけど。じれったいから私が声をかけてあげたの。かけたのは声じゃなくてワインでしょ。私の抗議の声にも悪びれる様子のない楓という女。だって、私の愛する人を魅力ないとか悪く言うんだもの。と爆弾発言するのだった。愛する？どういうことよ。慌てて夫を見れば困った顔をしてる。とりあえず落ち着いて話を。こんなワインまみれの状態で話せるわけないでしょ。そこをなんとか。なんとかなるか。しかもワインが私を伝ってレストランの床にまで広がってるじゃないか。高そうなフロアマットに不釣り合いなシミ。これ弁償物じゃないの？そう思ってたらレストランのスタッフが慌ててかけてきた。お客様、どうかされましたか？当店で揉め事は。床が。
案の定真っ赤に染まった床を見てスタッフが悲鳴を上げる。ギロッと楓を睨むも、ツーンと反省の色なく横を向く。あなた、説明して。夫に詰め寄れば、ようやく夫はボソボソと話し始めた。俺、彼女と、楓と付き合ってるんだ。はい？突然の告白にポカンである。つまり、浮気してるってこと？私の問いに夫はうなずく。仕事の合間に公園でコーヒー飲んで休憩してたら、声をかけられて。うわぁ、逆なんですか。そのまま付き合うようになった。急展開すぎるでしょ。で、高級ステーキでご機嫌伺いしながら離婚の話をしようかなぁと。私、どれだけ肉に飢えてると思われてるの？ステーキで私のご機嫌取りって意味がわからない。ごめん。でももう俺はお前とやってけない。楓は俺のことを持ち上げてくれるし、素敵だって言ってくれる。優しくて魅力ある女性なんだ。その言葉にズキンと胸が痛んだ。私だけだったんだな。夫婦として程よい距離感でうまくやっていけると思ってたのは。意外に心地いいなんて思ってたの、私だけだったのね。彼女、私にワインをぶっかけるような人なんだけど。それは、俺のことを好きだからであって。呆れた。恋は盲目とはよく言ったものだ。いくら好きだからって人にワインをかけて店に迷惑かけても知らん顔する人のどこが魅力的なんだろう。夫のその言葉にスーッと何かが冷めるのを感じた。愛情が消える瞬間って一瞬なのね。ちなみに突然の事態にお店の人も声をかけられずおろおろしてる。申し訳ないな。早く弁償して退散しないと。まあ責任は夫と女にあるんだ。夫にどうにかしろと言おうとしたら先に夫が口を開いた。めぐみも悪いんだ。俺を放っておくから。お前にも責任あるんだから慰謝料は払わないから。はぁ？思わず大きな声が出た。何この人。私に申し訳ないとかかけらも思ってないの？どうしたらそんなひどいことが言えるのかってことを言われて、開いた口が塞がらない。ふざけんな！思わず叫んだその時だった。サイレンが聞こえたのである。え？驚いたのは夫と楓。110番しました。と言ったのは、おろおろしながら事の成り行きを見守っていたお店の人。やばいと思ったのだろうな。まあ確かにやばい状況ではある。何せ私も高級そうな床マットもワインで赤く染まっちゃってるもの。あなた、警察にちゃんと事情を説明してお店に弁償しなさいよ。俺が？あんたの彼女がやったことでしょうが。わかったよ。私の剣幕にワインの酔いも一気に冷めたのだろう。しぶしぶ対応しようとやってきたおまわりさんに向き合った。ところがである。じゃあ私帰るから。と、突然楓が回れ右をしようとしたのだ。いやいや、何帰ろうとしてんのよ。一番帰っちゃダメでしょ、あんたは。いや、帰らないでくれよ、楓。慌てる夫の制止を振り切ろうとする女。いやよ、私には関係ないわ。あなたが一番関係ありますよ。と私は彼女を逃がすまいと近くに立つ。ここで腕を掴んだりとかしたら何かと面倒な言いがかりをつけられそうだから。そしてやってきた警察に事情を話し始めた直後、夫が楓さんに視線を投げて警察が彼女を見た瞬間、あれと怪訝な顔をするのだ。見られまいとそっぽを向く楓さん。回り込んで彼女の顔を見ようとする警察。そっぽを向く、回り込むをしばし繰り返した後、警察があーっと声を上げた。
そして何かしらの資料を出してきて、やっぱりというのだった。君、結婚詐欺師で指名手配されてるね。というではないか。えと私。えと夫。さあ、ととぼける楓。うん、間違いない。メイクや髪型が違うけど、確かにこの手配書の写真と同じだ。私じゃない。慌てて逃げようとする楓。それを逃がすまいと逃げ道を塞ぐ警察。しばしの攻防の末、楓はお縄につくのであった。私と夫は突然の事態にポカンとするだけ。その後はまあ修羅場だ。結局、楓は本当に指名手配されてる結婚詐欺だった。もちろん夫もターゲットだったわけである。警察に連行される彼女を見送って、夫は、そんな、と呆然とするのだった。パトカーに乗る直前の楓に、なんでワインかけるとか目立つようなことしたのと聞いたら、とっとと離婚して欲しかったから、と何とも理解できない返答があった。所詮その程度の詐欺師ってことかな。パトカーが去り、騒然としていた店内は静けさを取り戻す。私は呆然としたまま床に座り込む夫をちらっと見てから困り顔の店員さんを見た。本当に申し訳ありませんでした。あとはこの人が対応しますので。もうここに用はない。早く帰ってシャワーを浴びたい。お店の人に深々と頭を下げて私も店を後にするのであった。その後、夫とは当然離婚した。俺は騙されてたんだ。俺が愛してるのはめぐみだけだ。とか叫んでたけど、どの口が愛してるとか言うか。騙されてたとはいえ浮気をしてたのは事実。離婚まで口にしてた人とどうしてやり直せようか。どうやら楓に夫はかなり貢いでいたようで、夫の貯金残高はかなり減っていた。そこへもってお店への賠償に私への慰謝料支払い。あっという間にすっからかん。詐欺だったとはいえ浮気をし、奥さんを捨てようとしたという噂が会社に流れたらしく、夫は肩身狭い思いをして退職。噂って怖いわね。どこから流れたんだろうね。慰謝料払えなかったら給与差し押さえだなぁと思って、夫の上司とやらに洗いざらい話はしたけど。まさかその上司が噂を流した？いやはや、個人情報の管理どうなってんのかしら。私には関係ないことだけど。その後、夫がどうなったか知らない。実家に泣きついて追い返されたって話までは知ってるけど、その後の行方はようと知れず。今後も私に関わらないでくれればどうでもいい。私は久々に独身になったわけだが、結婚していた時よりも心身ともに絶好調だ。どうやら夫との生活は思ったよりも私の精神をガリガリ削っていたみたいだ。ストレスフリーで仕事に集中できるようになったおかげか、最近成果が認められて昇進の話が出ている。焦って再婚相手を見つける必要もなさそうだから、私らしく楽しく生きていきたいな。今度は気の置けない友人でも誘って気持ちよく高級肉を食べよう。もちろん赤ワインを飲みながらね。